完全版リスニングの勉強法。はいどうも皆さんこんにちは。スターディの方のゲンタです。今回ですね、完全版リスニングの勉強法。今回のですね、リスニングの勉強法もいろんな人にね、どういう風にやればいいんですかって聞かれまして、いろんな人が気になるのも無理もないんですよ。っていうのも、リスニングの重要性って今すごく高まってるんですね。例えば、今までセンター試験ってあったじゃないですか。あれ、リスニングの割合が他の筆記に対して200対50でかなり小さかったと。しかし、ここから共通一次になってから1対1の割合になると。かなりリスニングが重視されるようになってくるわけですね。しかもね、大体の資格試験、トイックとかトフルとか英検とか全部リスニングありますよね。ということで、リスニングがすごく重要ということで、ぜひね、この勉強法をしっかりと、自分なりに落とし込んで伸ばしていってもらえたらいいなと思います。まず今回の話の流れとしては、リスニングっていうものを要素分解することによって、どのような能力が求められるのか、そこにフォーカスしていくと。その後に、じゃあ具体的な練習方法っていうのはこういう風にやっていけばいいんですよっていうことを解説していく。そういった流れで説明していこうと思います。じゃあまず、リスニングを要素分解していくと、丸1、音をまず聞き取ることが必要と。その丸2、聞き取った音を理解するっていう、その2ステップが必要なんですね。じゃあその2ステップそれぞれについて自分がどっちの能力が足りてないのかなっていうことをまずは見極めることが大事なんですね。まず丸1の音を聞き取れるっていうことに関して言うと、結構重要になってくるのが、まず自分がちゃんとネイティブの発音っていうものを意識して普段から単語の勉強をしていますかっていうことなんですね。例えば R と L が微妙になってるところ、row と low とかね。row は列ですよね。low は低いですよね。その微妙な R と L が違うだけで全然意味が違ってくるものとかも、自分がちゃんと発音を普段から意識してなかったら聞き取れないんですよ。だから大事なことっていうのは、普段からしっかり単語を勉強するときに発音まで含めて勉強すると。で、大事なのはその発音を自分もできるようにするってことなんですね。単語帳の CD とかあると思うので、その CD を聞きながらしっかりとネイティブを真似るふりをする。もう振りをするでいいんですよ。最初はもう形から入っていくっていうので、だんだんちょっとずつ慣れていけばいいので、まずはね、ネイティブっぽい発音をしっかりと意識しながら毎回単語を覚える。あとシャドーイング、口述するシャドーイングについてもしっかりとネイティブっぽい発音で頑張ってついていってみる。それをするのが一番大事なんですね。その上で、あとは聞きながら、一語一語本当にちゃんと聞き取れてるかなっていうのを再度毎回チェックしながら勉強していくってことがすごく重要なんです。じゃあ要素分解の2つ目として聞き取った音を理解できるっていうことがあるんですけど、これに関してはもうリーディングと強い相関がありますね。リーディングで要は文章が与えられた時にそれをちゃんと意味が通るように意味がわかるということと、あとリスニングでその文章が聞き取れたけれどもそれを意味がわかるっていうところに関して結構同じ能力が求められていると。ただ大きな違いっていうものが文法的に精読するとかじゃなくて、もう本当に与えられた語順通りにしっかりと理解していかなきゃいけない。そういう意味ではリーディングよりハードルが高いんですね。とすれば、リーディングで最低限意味が取れなかったら、そもそもリスニングだと太刀打ちできないんですよ。ある程度リーディングで簡単な文章だったら読めるかなっていうところまでしっかりとやると。最低限大丈夫なので、最低限なんとなくわかるかなって思うところまでは持っていく。その上でちゃんとリスニングの方に移っていくということが重要ですね。じゃあその時に文法が必要なのかっていう質問がね結構あるんですけど、文法に関してはねほぼ不要ですね。ほんと最小限で大丈夫。例えば主語と動詞が作れるとか、関係詞っていうものがあるとか、あと副詞節っていうものがあるとか、そういうものがあるんだなっていう存在と、なんかこれはこういう感じだなってなんとなくわかるぐらいでいいんですよ。もうとにかく結局は数をこなしていけばもうそんな感覚として身につくんで、まずは最低限本当に細かい文法は抜きにして幹となる部分の最低限の文法を押さえた上で文章を読んで、最低限の文章が読めるようになってきたらこれぐらいだったらいいかなっていうところでリスニングの方に早々と移っていくっていうことが重要ですね。あとはちょっと単語のね勉強に関してなんですけど、結局リスニングだとどんどん言葉が流れていっちゃうじゃないですか。その言葉の時にそれを英語のまましっかりと自分の中で意味が取れなきゃいけないんですよ。そのいちいち日本語を挟んでる余裕がないんですね。そのリスニングっていうのは早いので。ということで、ある程度もう単語の勉強をするときに自分の中でイメージを作っちゃうっていうことがすごく重要なんですね。例えば proceed っていう単語あるじゃないですか。進むって。proceed って言われたときに、進むっていうのを介在して進む。だからこういう意味かっていう風にするんじゃなくて、proceed だけでもうボーンって進んでるイメージをしっかりと持ってほしいわけなんですよ。そういうイメージをしっかりと単語を勉強する段階から作っておくっていうことがリスニングにおいてはすごく重要になってくるわけですね。だから最終的には単語力がものを言うんですよ。
なので単語をしっかり頑張ってほしいと。ということで、まずはリスニングを要素分解して2つに分けたと。そうすることによって、まずは単語レベルでしっかり音を聞き取れるっていう能力と、あとは聞き取った音をしっかりと理解できますかっていうことですね。その2つの能力が必要と。じゃあ次に具体的な練習方法に移っていきます。その練習方法っていうのもね、結構人それぞれ合ったやり方っていうのがあると思うので、今から話す練習方法は一案としてなんとなく心に留めてもらえたらいいなと思います。僕が提唱する練習方法の目指すべきところ、ゴールっていうものは、ズバリその文章、その音源ですね。音源を聞きながらそれに被せてシャドーイングしてあげると。そのシャドーイングできて、その時にシャドーイングしながら、しかもしっかりと自分の話した内容っていうものが頭の中で意味として分かる。しかもそれが光景として浮かぶ。そこまで持っていくっていうことがすごく重要なんですね。要は、シャドーイングできてる。その自分が被せて発音できてるってことは、その速さでしっかりと物を聞き取れるっていうことになるので、とにかく要素分解のうちの1つ目、その音を聞き取るっていうことができるようになると。で、しかもその2つ目、その話しながらそのスピードでしっかりと、こういう風な意味なんだなっていうことを話しながら意味をイメージしていくということによって、2つ目の能力もしっかりと身につけていけるというわけなんですね。そこまで持っていくっていうことが重要なんですよ。で、そこまで持っていくための手段として僕がお勧めするのは4回聞くっていう方法ですね。もうこの4回っていうのは個人差あるので、3回の人もいればもっと2回、1回の人もいれば5回、6回、7回ってやっていかなきゃいけない人もいると思うので、それはもう本当に自分のレベルに合わせてやってもらえたらいいなと思います。その4回、それぞれ意味があるんですね。その聞く過程で何をしていくかというと、まず1回目はそのまま聞いてみるんですね。で、聞いてみて自分なりに、こういうこと言ってたんだなっていうのを理解してみる。それがすごく大事ですね。で、次に2回目はもう1回自分が聞き逃して、ちょっとよくわかんなかったぞ、聞き逃してしまったぞっていうところを意識しながらもう1回聞いて、全体をなんとか理解してみる。で、なんとか自分のなりにこういうことを話してたのかなっていうことを説明しようとしてみる。これが1回目と2回目のすることですね。次、3回目なんですけど、3回目を聞くにあたって、まずスクリプトをしっかり読むと。スクリプトを読んだ時に、こういうこと言ってたのか、自分聞き取れてなかったなっていうことをしっかりと押さえていくっていうことが重要ですね。その上で3回目聞くんですよ。そうすると、確かにこういうこと言ってたなっていうことがしっかりとわかるので。で、その時にね、もう余裕がある方はぜひシャドーイングね、もう早速してもらったらいいかなと思います。自分でなんとか被せながら、そういえばこういうこと言ってたな、こういうこと言ってた、こういうこと言ってたんだって自分で発音しながら、そうだったのかっていうことを同時にやってもらえるとすごくね、効率いいんじゃないかなと思います。で、最後の4回目はもう1回シャドーイングをするんですけど、その時は、要は、その話の流れっていうものが自分の頭の中入っているので、人に説明する気持ちで、その話しながら、シャドーイングをしながら、その頭の中で今何を話してるんだっていうイメージ、光景っていうものを頭に思い浮かべながら、こういう風に、こうなんだよっていう風に説明する気持ちでシャドーイングしてもらえたら、もうそれでもう完璧ですね。この4回読むっていうところを全部終えるまでに、だいたい一つの文章あたり、20分から30分ぐらいですかね。思うので、この30分を毎日積み重ねていったら、ものすごく英語力つきますよ。だからね、ぜひね、その今回紹介した勉強法を参考にしながら、英語力をめちゃくちゃ伸ばしていってもらえたらいいなと思います。はい、ということで今回はリスニングの勉強法について紹介していったんですけれども、ためになったよという方は、チャンネル登録、高評価、あとこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。